本日は、思想家、歴史家でもあり、経済の専門家でもある久兵衛さんにお話を伺います。久兵衛さんは現役時代、国際投資の責任者として巨額の資金を世界中の企業や証券に投資していらっしゃいました。また、昨年2025年に2冊の本を、そして今年も1シリーズ上下2冊の本を出版し、英語版でも出されています。今日は、まずは世界経済の現状について伺いたいと思います。今年は3月からイラン戦争が世界を大変混乱させてきました。世界の経済は大丈夫なのでしょうか？皆さんこんにちは、キューベイです。今、歴史家とか思想家とか、経済の専門家とか、そういうふうにご紹介いただきましたけども、私自身は、なんと言ったらいいかな、プラグマティストっていうふうに言った方が、正しいかと思います。プラグマティストっていうのはプラグマティズム主義者ということですね。で、プラグマティズムっていうのは、机上の空論ではなくて、実用的なものを大事にする、実際主義という、そういう主義者がプラグマティズムであり、プラグマティスト、だと思います。私は、やはりその現場というかですね、過去そのエコノミストとか、アナリストとか、研究者とか、そういった人たちと一緒に仕事をしてきたんですけども、最後は実際にこう、分析をしながら、投資をして結果を出すということの立場だったので、あくまでも、机上の空論ではなくてですね、実際にその、使えるというか、実際に役に立つというものを、重視してきました。なので、一言で言うと、プラグマティストというふうに言った方が、正しいかなと思います。で、それは現役を退いた今も、いろんな仕事をしていますけども、それに、その立場をですね、重要視しているというのが、現在です。それで、今日はいろいろ質問をいただくということで、最初のお題がですね、世界経済の現状についてという、非常に、大きなというか、ざっくりとしたテーマなんですけども、世界の経済のリスクを、じゃあ考えていきましょうということで、実際にちょっと私パソコンの前で、実際の数字も確かめながらですね、お話をした方がいいと思います。それで、世界の経済が、健全かどうかっていう、大丈夫かって、健全かどうかということの質問になるので、コーポレートファイナンス的に見ていきたいなと思いますね。コーポレートファイナンスというかですね、その世界経済のバランスシートを、一応仮に想定して、それで健全かどうかを見ていくということをやっていきたいと思います。で、世界のですね、株式の、時価総額、これは、Google を検索すれば、簡単に出てくるんですけども、世界の株式の時価総額は、現在で141.3兆ドルですね。141.3兆ドル。で今、だいたい日本円が160円ぐらいですから、日本で言えば、およそ2京2608兆円ということになります。で、これが世界の株式の、全体の金額ですね。で、一方で、債券ですけども、債券というのは、国とか企業とか、そういったところが発行する、債券ですね。借金みたいなものですけども、この債券が、120.6兆ドルあります。で、株式が141.3兆ドル、それから債券が120.6兆ドルなので、この債券を、株式で割るとですね、0.85%、85% ぐらいなんですね。で、これはですね、非常に単純な物差しで、ローントゥーバリューというんですけども、ローントゥーバリュー、略して LTV ですね。で、これ企業の、その資本の部と、それから負債の部のバランスのことを言うんですね。で、これ世界経済全体で今、単純にそういうふうに計算しているので、マクロの、LTV、マクロ LTV と、とりあえず言っときます。で、それで見ると 85% なんですよ。で、ここにはですね、デリバティブとか、そういったものが入っていません。それから、
あとは、世界の、経済活動が上場企業だけではなくて、未公開企業もあれば、個人、家計のような個人もあるので、その厳密ではありませんし、それから債券もですね、要するに負債という部分でも、世界中の銀行の、貸し出し総額というのは、調べていないので、あくまでも、その、資本市場の、その投資ができる、株式と債券だけの話ですけども、大体これでですね、一つの、健康診断みたいなものはできると思います。で、それで、言うと、120.6兆ドルを、141.3兆ドルで、割り込むので 85%。で、この 85% っていうのが、これコーポレートファイナンスの格付け基準っていうのがあるんですよ。そのトリプル A とか、ダブル A とかですね。シングル A とか、シングル B とかですね。トリプル B とか、そういうのがあるんですけども、それで言うとですね、85% っていうと、大体ダブル B クラスなんですね。で、投機的っていうような状況です。というのは、なぜ投機的というかですね、言うとですね、債務超過まで、クッションが 15% しかないわけですね。そういったことになります。で、これは非常にざっくりとした計算なんですけども、その世界の経済の財務の健全性みたいなものを、そのざっくり、計算するには、割と、使いやすい基準なんですね。で、旧米が、現役の頃、例えば2008年にですね、リーマンショックがあったわけですね。で、その時はですね、例えばマクロ LTV で、言うとですね、200% を超えるような状態だったと思うんですね。株式時価総額、ちょっと待ってくださいね。株式時価総額がですね、その時は、65兆ドルですね。今の、大体半分弱ぐらいですかね。株式の時価総額が65兆ドル。で、それで、リーマンショックで株価が下がった時に、世界の株式の時価総額っていうのは30兆ドルぐらいまで半減したんですよ。それでマクロの LTV は 200% を超えるような状態になったんですけども、そこから比べるとですね、20年前、20年までいかないですけど、18年前ですかね。で、そこから比べると、随分良くなったようには、見えます。ただ、実際にそうなのかなということで、ちょっと細かく見ていきたいと思います。リーマンショックから、18年経って、2026年現在で、改善してきた原因は、大きく考えて2つは、2つ挙げることができると思います。1つ目は株価の上昇ですね。例えば AI とかですね、GAFAM とか、そういったGAFAM 関連の、デジタルインフラとかですね、そういったものの銘柄の、バブル、これが株価上昇でですね、その LTV 計算の分母をかさ上げしたということですね。で、これが一つ。で、もう一つはですね、これリーマンショックの時の、レバレッジってほとんどが民間部門だったんですよ。というか民間部門のレバレッジが、弾けてですね。で、リーマンショックが起きたわけですけども、結局その民間のレバレッジを政府レバレッジにもう肩代わりしてもらったと。それが、肩代わりされたということですね。で、それでその金融システムが、破綻しないように、リスクを丸ごと引き受けたのが、各国の政府とか中央銀行だったわけですね。なので、債務が、減って消えたというよりは、その国家にバトンタッチされた。そういうことが言えると思います。で、その結果、政府の、債務比率というのは上昇するはずなんですけども、例えばですね、日本の政府債務比率っていうのは、230% を超えています。で、これ先ほどの、コーポレートファイナンスの格付け基準というと、トリプル C から D クラスですね。トリプル C から D クラスっていうと、破綻とか債務超過レベルなんですね。破綻をしますよ、バンクラプトしますよとかですね。そういう、水準なんです。で、これは国会の中でも議論されて、そうだとか、そうではないとかってやってますけども、数字だけ見るとそういうふうになるわけですね。
で、アメリカもですね、120% を超えています。それから、ヨーロッパでいうと、フランスも結構財政が悪化していて、フランスの政府債務比率というのは113% まで跳ね上がっていると。で、イタリアに近づいているということですね。で、中国でさえもですね、107% 近くまで上昇しているんですよ。それが、一つですね。だから、株価が上がって分母がかさ上げされたと。それから、その民間のレバレッジは、各国の政府のレバレッジへと肩代わりされた。こういったことになるわけです。で、これが、この表面的っていうかですね、表面的に改善した原因の2つなんですけども、その裏側で、リスクが、4つあると思います。で、1つはこの、改善点の、逆回転が、起こるというのが2つですね。で、残りもう2つあるんですけども、これはですね、先ほどちょっと、注釈というか、計算に入れてませんよと言っていた、マクロの LTV 計算から、除外したデリバティブの方の話ですね。で、現在の、デリバティブ市場の、想定元本っていうのが、845.7 兆ドルですね。なので、株式時価総額の5倍以上ですかね。6倍まではいかない。5倍と6倍の間ぐらいですかね。想定元本は 845.7 兆ドルあるわけですね。だけど、これはその想定元本なんで、実際にこう、ネッティング、例えば、買い立てと売り立てをこう、決済すると、その分差し引きの差分だけになるわけですね。で、そういったことを、ネッティングというんですけども、ネッティング後のですね、時価総額は、3兆ドルぐらいに圧縮されているわけです。で、これは悪くはないんですね。リーマン当時はですね、中央生産機関っていうのがあって、その CCP っていうんですけども、で、それを介さない、中央生産機関を介さない、相対取引ですね、OTC 取引、オーバーザカウンターなので OTC って言うんですけども、OTC 取引が大半だったんですね。で、それに対して、現在は、その OTC 取引は、やめて、この中央生産機関を介しましょうと。ということにどんどんこう移ってきたので、現在はコントロールされているわけです。だけどですね、これは、去年、一昨年ぐらいですかね、こういう物理的な問題っていうのも私考えたことがあるんですけども、で、これもですね、通信インフラとか、流動性が常に稼働し続けていることがこのネッティングの条件なんですよね。で、それが大前提ですね。で、例えば今年のイラン戦争の中で、途中で話が出てきたような、地政学的な衝突でですね、海底ケーブルが切断されるんじゃないかとかですね、サイバー戦争が起きたとかですね、あと、去年、一昨年ぐらいとかですね、太陽フレアの、太陽のその黒点活動ですね、太陽フレアの異常でも物理的な障害が、生じるリスクっていうのはあるんですよ。で、そうするとですね、で、この、CCP の決済ロジスティクスの部分なんですけども、一度でも物理的にこう切断されるとですね、ネッティングっていうのは機能不全に陥るわけです。で、ネッティングが機能不全に陥ると、これ845.7 兆ドルの想定元本が売り立てと買い立てに分解されて、それを差し引き決済すると3兆ドルに圧縮されているんですけども、845兆ドルのカウンターパーティーリスクそのものが、残ってしまうということで、そのエクスポージャーが、牙を剥くっていうちょっと怖さはあるわけですね。あと、もう一つはですね、最後の一つは、やはりこう自家会計のレトリックなんですね。これはちょっと私はもう90年代後半、2000年代ぐらいからこの自家会計のレトリックっていうのを気にしてまして、私自身はその自家主義の会計を90年代推進していた方なんですね。だけど2000年以降ちょっとそれに対する疑問もあるんですけども、ちょっとそれを話すと長くなってしまうんですけども、その自家会計のレトリックという面で見るとですね、ここに先ほど世界の株式時価総額と、債券の時価総額を単純にこう割り込んで、マクロ LTV を計算したんですけども、母価ベースで見ないといけないっていう面があるんですね。
で、じゃあ、ボカベースのマクロ LTV は何パーセントかという問題なんです。で、これをざっくり計算するために、世界の株式のですね、PBR の平均的な姿。で、これをちょっと計算というか、検索をしてみるとですね、2.8 倍なんですよ。PBR っていうのは、株式の投資をする方には聞いたことがあると思うんですけども、プライストゥブックバリューっていう、プライストゥブックバリューレシオっていうことですね。その株式の、というそのバランスシートの母価に対して、時価が何倍でついてるかっていうことなんですね。この PBR が 2.8 倍なので、母価ベースでのマクロ LTV はそのまま計算するとですね、2.8 倍になるわけですね。だから、マクロ LTV は 85% と 239% になってしまう。で、そうするとですね、母価ベースで考えると、トリプル C からシングル C のクラスのゾーンに入ってくるんですね。で、これはディストレストっていう、その債務超過寸前の状態っていうことになるわけです。なので、健康診断の、結果をちょっともう一回言うとですね、どういうことかっていうと、そのリーマンショックの時の私はレバレッジドエコノミーっていう言い方をしたんですけども、その当時ですね、あまりにも借金付けの経済であると。で、じゃあ20年経ってレバレッジエコノミーがどうなったかっていうとですね、一つは株価の上昇で、打ち消された。で、それから、民間のレバレッジは、それが債務がどんどん返済されてなくなったわけじゃなくてですね、政府のレバレッジに肩代わりされたということですね。で、そういったリスクは、ネッティングは、できるようになったけども、物理的なリスクというのがあったときには、牙を剥く可能性もあるということですね。で、それから、最後の、実家会計のレトリックでいうと、実際にこれか、借金を返すっていう、そういうことで言うとですね、時価あんまり関係ないんですよね。母価ベースで考えないといけないので、もしくは現金ベースで考えないといけないので、PBR2.8 倍ということは、母価ベースでのマクロ LTV は 239% で、実際にはちょっと債務超過寸前というような、実態としてはですね、このレバレッジとエコノミーっていうのは変わっていないと、危険な状態であるということが言えると思います。見かけ上は、世界の財務健全性は改善されたかに見えても、実際には大きなリスクがありそうですね。特に、民間のレバレッジが政府レバレッジに肩代わりされただけ、というのは、でも、そうするとアメリカドルは弱くなるのでは、外国為替市場や各国の通貨はどう見ていらっしゃいますか？アメリカの政府債務残高は、現在39兆ドルですよね。先ほどの世界の債券の、3分の1ぐらい。それで、アメリカの GDP 比に対しての比率でいうと、123% ということになるわけですね。で、こういうその政府レバレッジの拡大というのは、その中央銀行、FRB ですけども、それの通貨供給の拡大によってもたらされているわけですね。要するにお金を吸って、マネーを吸ってですね、増刷をして、供給をする。それと不可分なわけです。それで、ということはですね、米ドルの絶対的なその、価値が下落を、価値が弱まる。要するに購買力っていうのは、お金を、すればするほどですね、購買力は弱くなるわけですね。で、これを確実に弱めていて、で、それがそのインフレという形で、現実に進行しているわけです。だけれども、外国為替市場という、国同士の相対的な関係で言うとですね、アメリカのドルも日本の円も、例えば中国の人民元でさえもですね、政府レバレッジは上昇しているわけですね。だからどの国も、購買力を等しく、失っていくような状況にあるわけです。で、そうするとですね、結局は、為替レート自体、それよりもですね、為替レート自体よりも、国内のインフレと、それからエネルギーとか食料の調達力、そういう物理的な供給制約ですね。で、そちらの方が問題になってくるわけです。で、それが、解決する、道筋が見えてない状態で、
その国の政府がですね、レバレッジを上げるとか、下げるとか、そういったその本来の議論はできないはずなんですよ。その、値段とか価格とかですね、供給状態によって、そのレバレッジを上げるとか下げるっていう判断はできますけども、そもそもですね、国内のインフレとか、それからエネルギー、食料、そういった調達能力が、供給制約を受けていて、その解決できない。要するにお金をするとも物が買えないっていう、そういうような状況なので、本来の議論はできないはずですね。キューベイが、今年書いた、その沈黙の選択という、著書があるんですけども、その中でも、YouTube でも発信していますけども、日本は核エネルギー、核エネルギーというのは核融合のエネルギーですね。で、その核融合のエネルギーで自立を、考えるべきだということを、繰り返し言ってるんですけども、それをこう訴える本質的な理由でもあるわけですね。で、それで、その、為替市場がですね、相対的なものではあったとしても、アメリカの、米ドルがですね、弱まっていることには変わりがないわけです。で、それでは、じゃあ次の通貨は、いつ来るのか。例えば中国のデジタル人民元なんかは急成長しているわけですね。例えば中国は、アメリカが支配をしている SWIFT という、流通決済網ではなくて、CIPS って言いますけども、クロスボーダー都市間決済システムという、CIPS ですね。で、そういう独自のネットワークを敷いてるんですね。で、その中にECNY、要するにデジタル人民元という、CIPS という、その、水道の配管みたいなものを敷いてですね。で、その中に、デジタル人民元を、流すっていう、その液体、水を流すというような、通貨を流す。そういうその二段構えの、インフラの独占を、狙っているわけです。で、昨年2025年にですね、上海で、ECNY、国際運営センターっていうのが、できて、それから北京で ECNY 運営管理センターっていうのが、できて稼働したんですね。で、この、上海の国際運営センターは、要するに国外の、デジタル人民元の管理ですね。で、北京の方は、国内の管理ですね。なので、国内外のデジタル人民元のインフラの、その司令塔が完成したっていうのが、去年ですね。で、今年の、2026年の2月にはですね、8年ぶりにこの CIPS のルールを改定したんですよ。で、それで、CIPS っていうのは、人民元だけを決済する、ネットワークですよっていうところから、大幅に改定をして、マルチ通貨を扱って、海外の金融機関も、容易にこう参入できる、グローバルな決済プラットフォームで、そういうふうに、大幅改定したんですね。で、これはある意味で、アメリカ勢というか、米国勢の、アメリカ欧州勢の、SWIFT 決済網への挑戦状でもあるわけです。で、その挑戦状でもあるんですけども、そしてその直後の、今年3月のイラン戦争によってですね、ペトロダラーっていうのは一撃、打撃を受けたわけですね。で、中東からの、石油の輸入決済が人民元建てになったということもあってですね、CIPS の、1日あたりの決済金額が、1.22 兆元。約1785億ドルですかね。それを記録したんです。で、これ過去最高だったんですよ。で、それで、今月ですかね、今年6月にはですね、アフリカ最大の、銀行で、金融機関で、スタンダード銀行っていうのがあるんですけども、そこに対してですね、アフリカ19カ国にまたがる、人民元決済の、直接、生産できる、リクイデーションですね、生産できる、認可を与えたわけです。で、これによってアフリカの企業っていうのは、ドルを、間にこう返さなくてもですね、中国の国内決済システムに対して、直接アクセスできるようになったわけですね。で、これ、中国の、一帯一路、私、キューベイは、この一帯一路っていうのは、長江システムだというふうに、前回ぐらいかな、その動画でも言ったんですけども、この長江システムが、大きく完成に近づいたわけですね。で、それから、プロジェクト M ブリッジっていうのがあるんですね。
で、これは国際決済銀行、BIS ですね。BIS とか香港とか、タイとか、サウジアラビアとか、こういったところと、進めているプロジェクト M ブリッジっていうのがあるんですけども、これがですね、去年の年末、2025年末時点での取引っていうのが、554.9億ドルに急増してるんです。で、その、決済ボリュームの、95% 以上を、デジタル人民元が占めてるんですね。で、こういうように、中国のデジタル人民元というのは急成長してます。で、急成長してるんですけども、じゃあ全体ではどうかっていうとですね、確かに、デジタル人民元は、これ驚くべき、躍進なわけですね。それでもですね、世界の、外国為替の取引総額っていうのは、1日あたりだいたい 7.5 兆ドルなんですね。で、その、88% ぐらい、88.4% かな、正確に言うと。それが、アメリカドルが、米ドルが関与する取引になるわけですね。で、ヨーロッパのユーロが、関与する取引っていうのが、30.5% になります。これは通貨ペアなので、関与額の合計っていうのは、200% になるわけですけども、中国が主導する M ブリッジの関与額っていうのは、これ、1日の、取引額でいうと、わずか12分を占めているには過ぎないんです。で、世界経済は実質的に、ドルが 6.6 兆ドル、それからユーロが 2.4 兆ドル相当で、合計9兆ドル相当が日々決済を、よどみなく、処理できる環状系システムで、維持されているんですね。で、人民元が、急成長しているとは言ってもですね、で、こういうような、1日、9兆ドルを処理できる環状系システムに置き換わっていく、人民元が置き換わっていくと、仮定したとしてもですね、それでも数十年はかかる、そういう計算になると思います。なので、ちょっとここ中国の説明が長くなりましたけども、中国の人民元の、急成長っていうのは、新たなその通貨の、姿ではあるわけですね。だけど、ちょっと時間はかかる。じゃあ現在の、アメリカドルの、真のリスク、本当のリスクは何なのかということなんですよ。で、それはですね、アメリカ自身の、政府レバレッジによってですね、ドルの購買力低下というものが、アメリカの内側から腐っていく、腐食していく構造なんだろうなというふうに思うわけですね。で、それは、アメリカ国民が、どれだけインフレに耐えうるだけの体制というのは、忍耐の体に性質ですね。で、その体制があるかどうかという、問題に、関わってくる。そういうふうに思います。アメリカの国民はインフレにも耐えていて、活気があるように見えますが、どうなんでしょうか。それから今年は中間選挙があります。アメリカ国民はどちらの政党を選ぶと考えていますか。それとも、第三の政党を選ぶのでしょうか。また、代わりとなる基軸通貨がない状況で、アメリカドルが持ってしまうのですか。そんな状況の中で、アメリカは債務残高を減らすことはできますか。米ドルのその真のリスクが、そのアメリカの政府のレバレッジによってですね、ドルの購買力が低下をする。それは、すなわち、取りも直さず、アメリカ国民にとって、インフレ、輸入インフレですね。それを加速する、要因になる。で、そういう中で、アメリカ国民が、どれだけインフレに耐えられるのか、そういうご質問かと思います。で、あともう一つは、その中間選挙もそうですけども、そのドルが、アメリカのドルが、どれだけ持ってしまうのかということなんですけども、その債務残高を、実際減らすことができるか、こういう、ご質問ということで、ちょっとお答えをします。まずアメリカはですね、インフレって言いながら、なんか活気があるようにはちょっと見えるんですよね。例えば、北中米のワールドカップサッカーの、大会の、サポーターの様子を見ていたりとか、それから、メジャーリーグの、ベースボールのですね、試合から流れてくる雰囲気であるとか、
あと、その SNS とかですね、そういった情報とか、そういったニュースですね。時々その在米の、日本人の人の発信する情報なんかというのもあります。ただ、これはですね、アメリカのアメリカの全体像を捉えてないですね。これは別にアメリカに限ったことではなくて、日本でも同じだと思います。日本で SNS を発信している人、もしくはニュースで流れる情報、こういったものっていうのは、すべてを取り上げるわけではないので、あんまり発信をしたがらないような人とか、日本の中でも、低所得者に、分類される人とかですね、静かに暮らしている、老人とかですね。で、そういう人いっぱいいるわけですよ。で、この SNS の情報っていうのは、アメリカは特にその富裕層のバイアスがかかっている。そういうふうに、見た方が、正しいということになると思います。で、アメリカのその状況でいうと、格差が、激しいということになるんですけども、アメリカ国民の、上位 10% ぐらいですかね。それが牽引している、資産効果、株高もあるので、その資産効果が、暴走するというようなこともあります。あと、名目賃金だけは、上昇しているので、マネーのその減益というのもあるわけですね。で、実際にそのインフレ率で割り引いた実質賃金が上昇しているかというと、必ずしもそうではないという、それから、二極化があるということですね。で、消費額の、その強さっていうのも、これも、統計の罠があります。で、これ、そういったものを、考えて、外から見えるアメリカの国民の生活というものと、苦しそうに見えないっていうのはですね、これ水面下では全然違うというか、かなりひび割れがあるわけですね。で、このアメリカの格差っていうのが、例えば物理的にとか、場所的にとか、隔離されているんですよ。例えば、ロサンゼルスの街中を歩いてみても、そうなんですけども、ニューヨークでもそうですけども、華やかなストリートからちょっとブロック一つ外れると、もうそこは、ホームレスの、たまり場になっていたり、そのメインストリートから一本外れて裏通りを歩くとですね、とても怪しい雰囲気になったり、で、こういったものっていうのが、あります。例えばハワイなんかでもそうですよね。で、そういったものは、なるべくメディアに露出させないようにしているわけです。だから、物理的にというか、地域的、エリア的にというか、隔離されている状況なんですね。なので、その実態っていうのは、なかなか見えてこない。で、こういう低所得者、それから中間層がもうなくなってしまって、中間層は低所得者の方に寄せられていったわけで、そういうそのアメリカ国民が、今年の、秋のですね、中間選挙をどういうふうに出るかということだと思うんですけども、それもあると思うんですけども、これ、例えば民主党と共和党ですよね。で、共和党のトランプさんの、そこに、過大な期待というか、期待をしていたものが、今年の、イラン戦争だとか、もうそういったもので剥がれていったと。で、その共和党がダメだから、じゃあ民主党が盛り返すかというとですね、もう民主党のそのポリコレとか、そういったものはコリゴリだっていうのは、まだ記憶に新しいわけですね。そういったことを考えると、民主党も共和党も、国民としては支持をしたくない。で、こういう状況になるんですね。じゃあ第三の選択肢があるのか。いくつか小さい政党はあるんですけども、それはほとんど機能していないわけですよ。で、じゃあなんで第三のその選択肢の政党が機能できないのかというとですね、これ日本の、衆議院選挙でも、同じようなことが言えるんですけども、小選挙区制なんですね。なので、勝者総取りになるんですね。勝った者が総取りになる。で、そうするとですね、弱小政党の第三の、選択肢としての新たな政党というのは、生まれることができなくなる。で、そういう壁が制度的にあるんですよ。で、そういった結果、じゃあどうなるかというと、その出口は見えないという状況になるんですね。で、例えばアメリカの富裕層なんかでは、そのアメリカは民主党もダメだし、共和党もダメだから、もうアメリカを見捨てようっていう、そういった人たちもかなり増えてるわけです。まだ10万人とか数十万人のレベルなんで、アメリカの国民全体で見ると、ビビたる数字かもしれないですけども、
そういうその富裕層も、国外脱出をする富裕層ですね。で、こういったものも増えてってるんですね。これキューベの動画で、イスラエルの、問題ということで、イスラエルの、ポピュリストというかですね、左派の、白人のアシュケナジムの、テック企業で働いているような、知的人材ですね。で、そういった人たちがどんどんそのイスラエルを見捨てて、国外に脱出している。で、こういったことをちょっとイスラエルの問題でお話をしましたけども、アメリカでも同じようなことが起きているわけですね。IT とか、そういったものに強かったインドとかですね、中国人とか、そういったものがどんどんアメリカを見捨てていると。で、最近ピーター・ティールがですね、アメリカ国外の脱出をするんじゃないかって、そういうような話が出ています。実際にアルゼンチンですかね、アルゼンチンか、ウルグアイかにその家を建てて、家族で、そちらに移り住むということのようですね。アルゼンチンはミレイ大統領が、アルゼンチンリラを、放棄してですね、で、それで、国の通貨をドルに変えたんで、米ドルがそのまま使える、国ということで、例えばピーター・ティールなんかも、そういった安心感があるのかもしれません。それから、例えばウルグアイはですね、これちょっと、南米の中で言うと非常にまともな国なんですね。で、それで先進的な考え方もある。例えば暗号資産なんかで、もう10年近く前ぐらいの話なんで、ちょっと、個人名忘れてしまいましたけど、私も SNS で繋がっていて、やり取りしたことが、何回もある、暗号資産の有名なトレーダーがいるんですよ。で、そういうような人たちがいたりとかですね、ウルグアイは、意外に小さい国なんですけども、ピーター・ティールなんかが、選択して住むには、なるほどっていうことが、考えられるような、国だと思います。で、そうやって考えて、アメリカの国民が、見かけほどですね、楽なわけではないと。かなり、厳しい状況に追い込まれている。で、そういった状況があると思います。じゃあ、それで、それでもですね、アメリカのドルがこう持ってしまう。すぐに崩壊ではなくてですね、なんとなく持ってしまう。で、そういった理由が、やはりあるんですけども、で、その理由っていうのはですね、例えば、国外の、ドルを持ちたいと思う人にとってですね、ドルっていうのは、資産ではもうなくなってるんですね。ドルは資産ではないんですよ。で、何かっていうとですね、ドルはしょうがなく、必要としている負債なんですね。ライアビリティなんです。で、ドル建てで借りているので、ドルで返すことができなければですね、即座に、デフォルト、倒産ですよね。倒産をしてしまうという、命綱。で、そういうような、状況が、今、際立ってるんですね。本当に昔はドルは、持ってればどこでも使える、通貨、基軸通貨だという安心感があったんですけども、今そういったものではなくてですね、ドル建てで借りているので、ドルをかき集めて、返済しなければデフォルトになってしまうと。だからしょうがなく、ドルを、必要としている。で、そういった状況が、すごく、目立ってきていると思いますね。で、そういう意味で言うと、世界中でこう猛烈なドルの、争奪戦というかですね、ショートスクイーズが起きている。こういう状況かと思います。で、アメリカのその債務残高を削減するっていうことは、できるのかっていうとですね、これ、キューベイは物理的に不可能だと思っています。で、不可能で、じゃあそれを、考えるにあたってですね、ドル建てでドル建ての債権国なのか、ドル建ての債務国なのか、っていうことで、ちょっと、分けて考える必要があると思うんですね。で、ドル建ての債務国っていうのは、先ほど言ったようにドルで借金をしているので、ドルをかき集めてドルで返済をしないとデフォルトしてしまうっていう、そういったところですね。で、このドル建ての債務国の、例えば上位5カ国ぐらいを、考えるとですね、ちょっと順番に列挙すると、1位は中国なんですよ。
で、これ中国っていう、中国って債権国じゃなかったっけっていう、そういうふうに思う人がいると思うんですけども、確かにそれはそうなんですけども、それは政府の話であって、中国がすごく巨額の債務国であるっていうのは、民間企業とかですね、地方政府の話なんですね。特にその民間企業の、不動産デベロッパー、恒大集団みたいに破綻したようなところっていうのは、不動産中国国内で、不動産開発するだけではなくて、アジアに出てって開発をしたりしてるわけですね。で、この時に、やはりドル建てで、借金をするわけですね。こういう不動産デベロッパーとか、あとハイテク企業。で、こういったところっていうのは、やはりドル建てで、融資を受けるっていうことになるわけです。それから、その、中国の国内の地方政府の融資プラットフォームですね。これ LGFV って言いますけども。で、こういったものがですね、国際市場で発行したドル建ての債券の、要するに発行体になってですね、債券をドル建てで発行してるんですね。こういったものが、ドル建ての債券を発行したり、ドル建てで借り入れをしている。なので、中国の、民間企業、それから地方政府の、融資プラットフォームというのは、超巨額な、債務国っていう風になるんですね。あともう一つは、例えば、これはもう構造的なものですけども、イギリスですね。イギリスの、ロンドンのシティ、金融街ですね。で、このロンドンのシティっていうのは、ユーロダラーの最大の、決済の場所なんですね。ユーロダラーっていうのは、通貨のユーロという意味ではなくてですね、昔ユーロっていうのは、オフショアというか、アメリカ国外で、流通するドルっていうものを、ユーロドルっていう言い方をしたんですね。で、このユーロダラーの、最大の決済とか融資の中枢っていうのは、ロンドンシティなんですよ。当然そうだろうっていうふうに思っていただけると思うんですけども。で、このイギリスの、銀行セクターが、抱えている、ドル建ての対外債務、対外負債ですね。で、これはですね、数兆ドルの規模になります。なので、どうしてもドルが、必要なところっていうのは、この中国の民間とか地方政府、それから、ユーロダラーの決済市場である、ロンドンシティ。こういったものが大きいわけですね。で、それ以外にも、例えば、資源国の中でいうと、メキシコとかブラジルとかですね。で、これはある意味コモディティ連動型なんですね。例えば、ペトロプラスとかですね、ペメックスなんていう、巨大な資源企業があるんですけども、国有企業ですね。こういったところが、莫大なそのドル建ての債務を抱えているとかですね。あと、先ほどちょっと出てきたアルゼンチンなんかはですね、IMF の最大の債務国ですよね。ドル建ての政府債務の比率がもう致命的なぐらいということですね。で、このミレイ政権のアルゼンチンというのは、このドルの負債の、折からですね、物理的に脱却するために、経済を、完全にドル化してしまったわけですね。で、このメキシコ、ブラジル、アルゼンチンとかですね、南米が多いですけども、あとは、トルコなんかもそうですね。トルコは、やはりこれ国内の、民間銀行とかですね、一般企業が、抱えるドル建てとかユーロ建て、この対外債務の比率が、極端に高いんですよね。で、トルコリラが、リラ安が進むたびにですね、実質的にドル建ての、債務が、自国通貨ベースで、膨張していくっていう、絵に描いたようなドル不足の、構図になっているわけです。で、こういうふうに考えるとですね、この債務国、要するに米ドルを印刷できない国が、米ドルでしか返せない負債を、負ってしまうということはですね、マクロ経済の主権を、ワシントン、FRB に、人質に出しているのと同じような状態だと思います。中国も国家全体、では、政府は、債権国という言い方ができますけども、地方政府とか、不動産なんかの民間は違うということですね。
で、逆にですね、ドル建ての債権国っていうのは、当然日本が出てくるんですけども、日本が1位なわけですね。で、2位はどこかというと、ドイツになります。で、3位が中国ですね。で、これはさっき言ったように、中国の政府、北京政府の話ですね。で、それから4番目ぐらいで言うと、そのオイル、石油産出国ですね。で、石油産出国の中でも、突出しているのがノルウェーですね。で、ノルウェーが、ドル建ての債券をいっぱい持ってます。あとは、香港、シンガポール、こういったところですかね。こういう構造に、なっているので、こういったものをつなぎ合わせて考えるとですね、アメリカのその債務問題と、それからアメリカのこの利払い負担ですね。その本質が見えてくると思うんですけども、アメリカはですね、債務を残高する、債務残高を減らす、要するに借金を返そうなんて1ミリも思っていないんですよ。で、やはり彼らはですね、基軸通貨っていう、物理的なインフラの、通行手形みたいな権力を、振りかざしてですね、自分の国のその、豊満なレバレッジのコストを、例えば日本とかですね、そういった従順な債権国の、資産を削って、で、新興国をですね、ドル払いっていう、ドルが必要っていうふうに、窒息をさせて、それでシステムをこう一日ずつ、延命させてるっていう感じですね。だからこのままであれば、このシステムは、崩れないということになると思うんですけども、仮にですね、じゃあ本当に盤石なのかっていうことになると、やはり導火線はあると思うんですね。で、その導火線っていうのはですね、例えば、アメリカはその政府の債務残高をこう積み増していくっていうことですね。じゃあそれを、他からかき集めてドルで、償還させていくのか、もしくは新たにドルを発行してそれで償還するのか。で、アメリカのその、ドルの仕組みでいうと、FRB は、民間銀行なんで、FRB がドル札を発行する際にはですね、アメリカ政府が、国債を発行してそれを担保として差し入れないといけないんですね。だから、その償還をさせるために、新たにドル紙幣を発行させようとすると、また新たにアメリカの国債を発行しなければいけないと。で、そういう無限地獄に陥るわけですね。そういうことが、あるわけです。で、結局、じゃあどういうことになるかというとですね、アメリカのこの利払いの増加っていうのはどんどん増えていってるわけですけども、この利払いの増加のスピードと、例えば、そのユーロダラ市場の、ロンドンの、クレジットシステムですね。で、このストレスとの、我慢比べだと思います。で、ロンドンのクレジットシステムっていうか、それはですね、シャドーバンキングが結構、大きいんですよね。で、シャドーバンキングは何かというと、プライベートな、貸し出しですね。そういったものがあるわけです。ちょっとそこを説明する必要があると思うんですけども、例えば、導火線2つで、その導火線が、競争しているっていうふうに考えてもらっていいと思うんですけども、一つ目の導火線はですね、アメリカ政府側の、統計なんですね。これは、リファイナンス、要するに借り換えの問題なんです。で、アメリカの、政府の利払い額が、年間で 1.1 兆ドルぐらいなんですよ。で、これがですね、完全に機能不全に陥るのは 1.5 兆ドルと考えられてるんですね。だから、あと、残り 0.4 兆ドルです。これ、1.5 兆ドルっていうのは税収の約 30% に相当します。なので、年間 1.1 兆ドルの利払いが、まだ、機能不全ではないんだけども、完全に機能不全になるのは残り、0.4 兆ドルで 1.5 兆ドルに達すると、爆弾が爆発する。導火線が切れて爆弾が爆発するということになるわけですね。じゃあこれまでの、そこまでの時間っていうのはどれぐらいかっていうと、これアメリカの国債の平均、残存期間というか、デュレーションで計算することができるんですよ。で、これはアメリカの国債全体の、平均の残存期間というのは、大体 6.1 年です。で、これまだ一見、まだ余裕があるように見えるわけですけども、
これは平均なので、長期債もあれば、超長期債もあれば、短期債もあるわけですね。で、その10年で発行した国債というのは1年経てば残り9年、2年経てば残り8年。で、こうやって年々短くなっていくんですけども、で、それで、3年以内になってくると、短期債に、入ってくるわけですね。で、例えば2年以内の、ものっていうのがですね、現在発行されている、アメリカの国債、34兆とか35兆ドルあるわけですけども、で、これの、3割から4割、だいたい10兆ドル以上がですね、今後2年以内に、満期を迎えるわけですね。で、そうするとですね、過去の、低金利の時代、0% とか1% 台で発行された国債、総額10兆ドル以上、超ですけども、これが、2025年とか2026年の現在の、高金利、4.5% とか5% 超ですね。で、そういったものに、書き換えをしていかないといけない。これ毎月数千億ドル規模で、そういう、書き換えをしていく、ロールオーバーをしていくっていうことが必要になってくるわけですね。で、これで、シミュレーションをするとですね、アメリカの政府の、事情、アメリカの政府から見た同化線ですね。で、それは大体2年なんですよ。24ヶ月で、この 1.5 兆ドルっていう爆弾まで到達してしまうんですね。で、これが一つですね。で、もう一つの導火線というのはさっき言った、ユーロダラ市場の、ロンドンシティ側の時計ですね。で、これは、流動性の枯渇という問題になると思うんですけども、これはロンドンシティのですね、オフショードルですね、ユーロダラの、時計というのは、アメリカの財政よりも、さらに変動が激しいというかですね、ボラティリティが高いんですね。で、これは、これの限界を決めるのは、プライベートクレジット、要するにシャドーバンキングと呼ばれていますけど、それの満期構造なんですね。で、これリーマンショックの後に、規制されている銀行の代わりに、規制の緩い、受け皿になったのが、ロンドンのレバレッジドローンとかですね、レバレッジドバイアウトとか、そういった債務なんですね。で、こういったものの多くは大体、3年から5年ぐらいの、固定期間で組まれているわけです。で、これ多くのですね、ヨーロッパとか新興国の企業とかファンドは、2023年とか2024年ぐらいにですね、金利はいずれ下がると踏んで、そういうふうに、予測したんでしょうね。一昨年から、昨年ぐらいにかけてですね、満期を短期のブリッジローンでつないじゃったんですよ。短期って大体1年とか2年ですね。それのつなぎ資金の借り換え、ブリッジローンでつないで時間を稼いだわけですね。で、そうしたら、逆にですね、2026年、現在もアメリカのインフレと、利払いの負担によって、ドルの高金利が固定されてしまったわけですね。で、こういったものの、最終の償還とか借り換えのデッドラインが、今からだいたい1年以内とか、1年半以内に一斉にロンドン市場で、そういう強制的な借り換えになってくるんですね。で、これが、2つ目の導火線です。で、そうやって考えるとですね、大体1年半、2027年末とか、2028年の前半ぐらいとかですね。もう少し長くても、3年、36ヶ月、2029年ぐらいですかね。で、このあたり、までに、大きな、その導火線の爆弾が、横たわっているっていうことに、なると思うんですね。そういった構造に、なると思います。なので、今現在は、もう一回繰り返すとですね、アメリカのドルのその真のリスクっていうのはインフレで、アメリカの所得層、それから低所得者層に非常に大きなストレスがかかっている。だけどこれはその選挙を、通じてもですね、解決できないんですね。で、エリートは国外に脱出している。で、そういう状況ですと。で、それで、アメリカのその、政府の債務残高という、その大きな爆弾というのはですね、崩しようがないんですけれども、で、それはなぜかというと、米ドルを使って、借金を返さないといけないという人たちがいるわけですね。で、そういった人たちがいるから、ドルを必要とする。で、ドルが必要で、ドルが不足になるので、
ドルの価値が、上がる。その外国為替市場ではですね、そういった状況になっていると。ただこれも、その2つの導火線でいうと、2年から3年ぐらいの間に、大きな爆弾を抱える可能性もある。非常に大きな可能性だと思います。ありがとうございます。最後に、日本についての質問をしようと思ったのですが、中国が北京政府のドル保有と、民間や地方政府のドル債務が両方あることが意外でした。それを踏まえて、その中国の話と、日本についてのお話を、最後に、お願いできますか？そうですね。まず中国の方なんですけども、中国は、北京政府が持っている、外貨準備、それと、民間と、地方政府はまた別だという、話をしました。それで、外貨準備はですね、今だいたい3.2兆ドルぐらい、米ドル債を、持っている。保有しているということになると思うんですけども、これを、管理しているのが SAFE という、ステートアドミニストレーション・フォア・フォリン・エクスチェンジですね。国家外貨管理局という SAFE というところが、担当しているんですね。私もですね、2003年に、ファンドの仕事で、この SAFE と交渉をしたことがあるんですよ。で、それで SAFE が、この外貨準備を、管理をしているわけですね。で、ここのその、ミッションと、それから、国内の事情である地方政府と、民間とは全く別物なんですね。それがまずあります。で、例えば、民間のドル建て債券、オフショア債とかですね、不動産デベロッパーなんかが発行しているような、やつですけども、これは仮にデフォルトになってもですね、外国の投資家に、損をさせればいいと、そういうような、考え方を、持っていると思います。それで、革新のですね、政府が保有している SAFE が管理している、外貨準備なんですけども、今年スタートした、第15次5カ年計画、これ何回か取り上げてるんですけども、で、この、5カ年計画において、SAFE がドル債を、保有する意味合いっていうのは、歴史上最も薄れているなというふうに思います。これは、今までは、中国が、輸出モデルだったわけですね。グローバルサプライチェーンの中に組み込まれて、世界の工場の役割を果たしていたわけですけども、その時は、外貨準備っていうのは、必要だったわけですね。だけども、前にちょっと、話をしたように、デジタル人民元を、独立させていくような動きの中なので、このアメリカのドル債をですね、アメリカの国債を、その抱え込んで持っている必要っていうのが、なくなってきてるわけです。それが一つと、あともう一つは、2022年ですかね、ロシアがウクライナに侵攻したときに、西側は、ロシアの制裁をしたわけですね。これユーロクリアに預けている3000億ドルの、外貨準備を凍結するという、制裁を行ったわけですね。で、こういうような、その事件をですね、見た中国政府にとってみれば、米国債を持っているということは、その敵型というか、西側に、アメリカにですね、その中国にとっての、自国のその最大の資産の外貨準備を人質として預けっぱなしにしているっていう、そういう感覚を持ったと思うんですね。で、その二つもあってですね、この SFE は、ドル債を、別に保有しなくてもいいというふうに、静かにこう方向転換しているわけです。で、どういうふうに方向転換しているかというとですね、二つあってですね、一つは、満期を迎えた、アメリカの国債を、ロールオーバーしないと。そのまま満期償還で、ドルとしてのキャッシュを、手元に戻すということが一つですね。で、それと、あともう一つはですね、ベルギー経由で、ベルギーっていうことは、ユーロクリアもそうですけども、オークリックスとかですね、そういうヨーロッパの国際決済機関があるんですよ。で、そこを経由して、実際のその中国の持ち高というものをこう、隠しながらですね、物理的にその保有量を減らし続けていくと。で、そういう、行動に、出ています。
で、ドル債を減らした枠の中で、SAFE とか、中国の中央銀行はですね、金ですね、ゴールドとか、そういったものに、移していて、過去最高ペースで爆買いしているような状況ですね。それに加えて、グローバルサウスが、自国で持っている、物理的な、資源の、鉱山ですね。リチウムとか、コバルトとか、銅とか、そういったその鉱山とかですね、エネルギーインフラとか、そういった権益に、この、ドルキャッシュで戻ってきたものを、移し替えているということですね。で、そうなると、例えば、アメリカが、OFAC っていう、これは制裁をする側なんですけども、OFAC なので、オフィス・オブ・フォリン・アセット・コントロールですかね。外国資産管理局っていうところが、経済制裁で凍結をするっていう、そのスイッチを押してもですね、物理的に凍結できなくなるわけです。で、そういうような動きをしているということですね。ですから、アメリカじゃなくて、中国の北京政府が、持っている持ち高の、ドルの債券は、その自然体に減らしていく。で、それで、それを、ゴールドとか、その資源に変えていってるということですね。それで、民間とか地方政府が、抱えているドル債務は、知ったことではないと。どうせ困るのは外国の投資家だと。っていうふうに、見放しているっていうのが、現状だと思います。そういう、例えば、海外、アメリカとか中国とかの状況を、踏まえた上でですね、日本はどうしたらいいかということになるんですけども、これは、過去30年ですかね、もう30年以上ですかね、要するにバブル崩壊から、日本は、低成長とか、言ってる人はいっぱいいるんですけども、あまり議論されてないのがですね、これ政治家さんも含めてなんですけども、じゃあ日本はどれだけ損してきたのかっていう、それを数字で出してる人が一人もいないんですよね。そこがまず出発点で反省をしないといけないんじゃないかなというふうに思うんですね。これざっくり試算というか、計算してみたんですけども、日本はですね、大きく言って3つですね、外貨準備、アメリカの国債の、買い切りとか塩漬けの構造ですね。で、これで、機械損失を含めて、150兆円から180兆円ぐらい損してるわけです。これが1つ目ですね。それから2番目はですね、これ、外務省の予算ということにもなるんですけども、戦略的な ODA ですね、政府開発援助。それと、国際機関に対しての、迂回した拠出ですね。で、これ50兆円から60兆円あるんですね。90年代以降のですね、ニュースとか、で、それを今もう簡単に検索できるので、丹念に拾えば計算は、積算できるんですけども、それぐらいの金額になってるわけです。で、それから3番目は、これはアメリカの、米軍に対してですけど、思いやり予算ですね。あと、FMS、これ、有償の軍事援助ですね。防衛費が還流してってる、還流してってるっていうことになるんですけども、これで、20兆から30兆円ぐらいあるわけですね。で、そうすると、この3つを合計するとですね、だいたい250兆円から300兆円ぐらいの流動性が失われていて、要するに日本が機械損失を得ている、機械損失になっている。そういったことが言えると思うんですね。300兆円っていうとですね、結構な金額ですよね。日本のその名目 GDP がですね、だいたい350兆円から、500兆円ぐらいの規模なんですね。この過去30年ぐらいの平均的な姿で言うとですね。ということはですね、国民がだいたい1億2000万人いるとして、国民1人当たり、410万円損してるわけです。これ410万円ですから、1人当たりですからね。例えば、お父さんお母さんと子供2人の 4人世帯で言えば、1600万ぐらい損してるわけですね。で、これが、じゃあ、その損がなければですね、それこそ住宅ローンの、残高っていうか、借金が、その分減るっていうこともあるでしょうし、大幅にこう改善していくわけですね。そういうことになるわけです。だから過去30年間の、名目 GDP の、平均っていうのが、540兆円前後なんですね。で、そうすると、ほぼ1年分ただ働きをしたっていうような計算になるわけです。
で、こういったことをですね、じゃあ何の効果もなかったっていうことになるわけですね。で、これ以外に、例えば景気対策とか、財政出動したというものがいろいろありますけども、それは、計算に入れてないわけですね。で、例えば、マクロ経済上で、この財政上数ですね。公共投資を行った場合とか、技術投資を行った場合の波及効果、この乗数効果っていうのは、だいたい1.5 倍から2倍ぐらいと仮定されているんですね。で、そうすると、逆算できてしまいますよね。300兆円の、流動性が失われて、それが本来であれば1.5倍から2倍ぐらいの、波及効果を持っていたと。で、そうすると、その逸失利益というかですね、で、それはもっとこう膨らんでくるわけです。で、そういうふうに考えるとですね、とてもその見過ごすことができないような、状態というふうに言えると思うんですね。それ以外にもですね、例えば、逸失利益ということで言うと、それ以外の、その労働市場なんかのですね、制度的に弱体化をさせられ続けてきたと。アメリカの言いなりでですね。で、そういうその実際の逸失利益まで加えていくと、さらにこう損失っていうのは上積みされるわけです。例えば、1999年、それから2004年に、派遣法が改正されたわけですけども、これ企業が、削り出した、労働コストですね。浮いた分のお金なんですけども、で、これはその国内の給与ではなくて、外資の株主への配当とか、企業の、内部留保と言いながらドル建てのアセットになっていたりするわけですね。で、全然その経済浮揚効果というのはなかったわけです。で、こういったことを考えると、日本のその逸失利益、損というのは、もっと大きいということが言えると思います。で、これちょっと全然その、なんて言うんでしょうか、経済の話とは違ってくるんですけども、日本がですね、コロコロ政治が変わるわけですよ。この間イギリスのスターマーが辞任をしましたけども、イギリスも結構、コロコロ変わるんですけども、日本のその首相の、平均在位年数っていうのは、これ1990年以降で、1990年だから海部内閣の時からですかね。そこから、計算するとですね、平均の、在位期間っていうのは、2年1ヶ月なんですね。で、他の国を見てみると、ドイツっていうのは6.5年、首相が居座ってるわけです。アメリカでは大統領が5.5年居座ってるわけですね。で、イギリスも短いと思いながらも、計算すると4.5年になるんですよ。で、フランスが6年。で、イタリアは短くてですね、イタリアは1.5年から2年ぐらいになるんです。で、こういうふうに、長期政権が官僚をコントロールして、成長を維持する。そういったことが必要だと思うんですけども、例えば、うまくいってるケースで言うと、例えば初代の首相がリー・クワンユーで、現在4代目ですかね、ローレンス・ウォンさんまで。で、こういうシンガポールなんかは、その長期政権が官僚をうまくコントロールして、大成功している。そういったようなケースですね。で、このシンガポールなんかの場合は、閣僚とか事務次官クラスの年収っていうのは1億円を超えています。民間の一流企業の CEO と同等以上の待遇を、提供しているわけですね。で、政権交代のリスクが極めて低いので、50年先をこう見据えたインフラ投資とか、産業誘致をですね、官僚に命じることができるわけですね。実は1960年代から80年代の日本の護送船団方式もですね、同じようなモデルだったんですよ。で、こういうような行政に対する指導で成長してきたわけですね。で、何が言いたいかというとですね、日本では、今この、300兆円の流動性と、逸失利益で500兆円ぐらいになるわけですけども、この損した500兆円の損を取り返すっていうのを今のままの政治の、もしくは官僚の行政のやり方では無理なんですね。で、そこで、私は核融合みたいな、ものに、を、考えるべきだというふうに言ってるわけです。で、そうなった時に、政権がコロコロ変わっていてはダメなんですよ。
しっかりとですね、長期政権、例えば高市さんに対する批判とか、SNS で感情的な批判をですね、海外の G7 に行って、なんか、媚びへつらったとか、アメリカの大統領だって媚びへつらったとか、で、そういったものが普通の一般国民だけではなくて、そういう思想誌なんですかね、よくわかりませんけども、そういうその雑誌に、なんとか大学のなんとか教授が、日本の外交はみっともないみたいなですね、そういう投稿、寄稿して記事にしたりしてるわけですね。もう学者がですね、そのみっともないとかってそういう非ロジカルな、話っていうのはもうバカバカしいと思うんですけども、そういうことが、あるわけです。で、そういうその足の引っ張り合いをしていないで、高市首相が、やるって言ってるんであれば、その長期政権がうまくいくように、どういうふうにすることができるかということを考えるべきだと思いますね。で、この、例えばアメリカの、財政の問題だとか、そのドルをどうするかとかですね、そういった中で、じゃあ日本が、自立できる、一番の、ポイント、日本のその自立に不可欠なものを一つだけ挙げてくださいと言われたとするとですね、私は間違いなく、核融合だと思うんですね。核融合エネルギーによっての自給自立ですね。核融合というとですね、ご存知の方もいると思いますけども、アレルギーを持って、聞かれる方もいると思うんですが、核分裂と全然違うんですよ。今の、原子力発電とか、それは核分裂ですね。核をこう分裂させて、その連鎖反応が、起きてしまう。で、それを制御棒を入れてなんとかコントロールをする。そういった、やり方なんですけども、核融合っていうのはですね、その高温のプラズマをずっとエネルギーっていうか、力を与え続けて加速していくわけですね。で、それで、その原子核同士をボンとぶつけて融合させる。で、これはですね、すごく、繊細なっていうか、確率の低い衝突なんですね。例えば、そうですね、注射器の針と針を高速で正面衝突させるっていうのはすごく難しいというふうにイメージできると思うんですけども、それの、何千倍も難しいような、衝突になるんです。で、そうするとですね、この核融合っていうのは、太陽と同じなので、その豊富なエネルギーが出てくるんですけども、それを、その環境条件とかですね、加速の条件を、そのストップさせれば即座にこう停止してしまうわけですね。加速をやめればもうそれだけで核融合って起きないんです。なので、核融合を分かりやすく言えば、すごく絶対的な安全性がある。コンセント抜いちゃえば、それで核融合は起きない。そういうふうに私は言ったりするんですけども、そういうようなものなんですね。で、この核融合は、もう日本が最短距離にあるんですよ。理論的にできるっていうことは他の国でもできるでしょうけども、この核融合を、実装するためには、日本のそのいろんなその素材メーカーとかですね、日本の中小企業とか、日本のその持っているものづくりの、いろんなその素材とか部品とか、そういったものがないとできないんですね。なので、日本は核融合の最短距離にある。私は5年でできると思ってるんですね。で、高市政権に5年でやってもらいたいと思ってるんですけども、で、これが日本の自立に、不可欠なものを一つだけ挙げるならばこれですね。で、核融合ができると、もう、その電気は、豊富にある。電気が豊富にあるっていうことはどういうことかというと、リサイクルも、もう豊富にできるんですよ。例えば下水からですね、また新たなその素材とかそういったものを再生するとか、プラスチックの再生なんか分かりやすいですよね。今イランの、ホルムズ海峡の問題でナフサが入らないと。で、お菓子メーカーが、その包装材をですね、フルカラーから、モノクロに変えますみたいなものがニュースに出ていますけども、ナフサなんかも、核融合ができれば、そのエネルギーを使って、石油がなくてもですね、ナフサ作れてしまうんですね。で、そういうことが、マスコミもあんまり言わないし、その核融合が、あんまりまだニュースにもならないので、ピンとこない人も多いと思うんですけど、そういう素材も、資源も全部足りてしまうんですね。
で、これ、日本だけの技術じゃないと、そこまでいけないんです。で、それが、最大のポイントだと思うんですけども、で、そのためにはですね、そういう日本の素材技術の上場企業だとか、中小企業であったとしても、それが外資に侵略されないように遮断しないといけないんですね。中国が、最初に、株式市場を公開したときにですね、A 株と、B 株っていうものを作ったんですね。で、A 株っていうのはですね、中国の、人々であれば、自由に投資できる市場なんです。で、B 株市場っていうのは、外国人は B 株市場だけ投資をすることができますよ。で、これは、上場している銘柄の中の一部だけをですね、開放しますということをやったわけですね。で、そういうふうにですね、例えば、国内の人々に対する市場と、それから外国人だけの市場と分けるのは別に、珍しいわけではないんですね。で、そういう市場ってあるんですよ。例えば不動産なんかもそうですよね、中国の場合。中国の場合に、進出して不動産を持ったとしても、中国は、不動産の所有権、これ人民にもないので、ほぼ、所有しているのと同じぐらいの年数ですけど、借地権なんですね。で、そういうような、ものがあるわけです。で、私はですね、外資の株主を遮断するために、日本の商法でも、規定されているので、種類株ですね。これは種類株っていうのは、議決権と、利益配当を分けることができるわけですね。だから、議決権のない無議決権株式とかですね。議決権がない代わりに、その代わり配当はちょっとプラスアルファで、多めに配当してあげますとか。そういった設計が可能なんですね。で、日本の重要産業っていうのは、種類株式でいいと思うんですね。外国人が、投資をして、配当を受けるのは別に構わないと。だけど、議決権はあげません。そういったようなことが、もう今これ法制度でできるので、ちゃんとやった方がいいと思います。あともう一つ、日本のインフレとの関連ですけども、これも政府が全然やらない、今までの政権もやらないっていうことなんですけども、私は労働分配と、内部留保のバランスを、考えるっていうことはすごく大事だと思うんですよ。要するに従業員に給与とかボーナスで、分配しますっていうのと、将来の成長のための内部留保として、その利益を取っておきますっていう、どちらを取りますかっていう問題ですね。で、これはどちらを取るっていう二者択一じゃなくて、そのバランスだと思うんですね。例えば、これをやっている国っていうのが、二つぐらいあってですね、一つはフランスなんですね。で、これはフランスは法定利益分配制度っていうのを持っていて、基準以上の利益を上げると、それは自動的に従業員の貯蓄プランに振り分けられるんですよ。だから、一定以上の利益は従業員の貯蓄プランに入ってしまう。入るんですね。で、原則、5年間だったと思いますけども、非課税で、プールされるわけです。で、こういうような、フランスの法定利益分配制度っていうのもあります。あと、例えば、メキシコなんかはですね、10% を強制的な、利益分配をするっていうことですね。年間の、課税所得、税前ですけども、で、それの一律 10% を従業員に分配しなさいっていう、これ法的な義務になってるんです。で、こういうような、事例もあってですね、じゃあ、この労働分配と内部留保を、バランス規制を取ることが、資本市場、資本主義、自由民主主義と相入れないっていうふうに思うのは間違いで、フランスとかメキシコなんかでも例があるということですね。あと、その内部留保の中での、長期投資が、必要になると思うんですね。やはり核融合だけではなくていろんな技術開発が必要になってくるので、そうするとその長期投資を、促進するようなインセンティブが必要になるわけですね。で、これ日本でもあることあるんですよ。長期促進税制という、位置づけの中で、名目で言うと研究開発税制っていうのがあるんですけども、これ税額控除で、法人税を支払っている企業しか使えないんですね。
要するに税額控除なんで、法人税から引いてあげますよ。で、法人税を支払っている企業が対象ということはですね、今儲かっている企業しか使えないわけですよ。で、繰り越しもできない。で、これ、じゃあ誰が使えるかというと、大企業しか使えないんですね。そういうような、古い考え方が未だに続いてるんですね。研究開発税制はもうだいぶ、歴史もある、もう何十年もやってる税制なんですけども、もう大企業だけ使えますよっていう、そういうようなスタートアップも中小企業も使えませんねっていう、でそういうことですね。で、そうやって考えるとですね、じゃあ今まで500兆円損してきましたと。逸失利益でですね。で、それで、労働法の改正も含めて、さらに逸失利益がありましたと。で、そこから、ちゃんとこれ反省してくれないと困るんですけども、反省したからといって、官僚の言いなりになっているような、短命政権ではできないんですね。で、そのために日本は長期政権を、いろいろ、細かいところは、文句もあるかもしれないけれども、ちゃんと支えないといけないと。で、支えた上で、その、日本の核融合っていうものを最優先にしないといけないですし、それが、海外に盗まれないように外部株主を遮断しないといけないし、企業の中でいうと、労働分配と内部留保の適切な、その関係というものを、何らかのルール化が必要になってくると思いますし、じゃあその内部留保の中で、じゃあ長期の投資をするためにはですね、で、この研究開発税制なんかは、そのストラクチャーを見直してですね、スタートアップから、どの企業でも、使えるようなものにしないといけない。で、そういうことを、これ政治官僚財界を手術しないと日本は崩壊すると私は思ってるんです。で、今後、700年、1000年続くような日本というのは、こういったことが必要だと思ってるんですね。で、その時に、そうやって掛け声はかける人はいるんですけども、じゃあどこに手を入れていくかっていうことを言ってる人が少ないので、私は、とにかく核融合、それがポイントだと。核融合があればですね、日本は憲法9条を変えないで完全な防衛もできるわけですね。それは私の著書で書いていますけども、そういったことが必要だと思います。あと、ちょっとこれ余談になるんですけども、アメリカはその先もどうなっちゃうんだろうっていうことがあってですね、アメリカ、アメリカを好きだけど嫌いっていう人多いと思うんですよ。私もアメリカの、文化とか、そのアメリカのスタイルとか好きですけど、アメリカの政治家嫌いっていう、そういうパターンなんですね。だけど、じゃあ政治家嫌いといって、アメリカの国民の中でもフレンドリーな人いっぱいいますし、そういうことが必要になってくると思うんですけど、アメリカが、政治が変わっても、やっぱりちょっと難しいかなと思っていて、それはアメリカが製造業に回帰しないとダメだと思ってるんですよ。でも本当に単純な、その日々の生活用品であろうが何であろうが、ちゃんとアメリカの国内で作れる状態じゃないとダメだと思うんですね。で、最先端の企業もありますけれども、それを支える中小企業群、部品だとかそういったものを、ものっていうのはもうスッカスカでアメリカの中には全くないわけですね。で、そういうものが、下支えする中小企業群がないとアメリカっていうのは、その戦争をやめましたというような政治家が出てきて、これからアメリカは再生しましょう、頑張りましょうと言っても難しいと思うんですね。で、そういった意味で言うとですね、これ、日本が自立できた後の話ですけども、余裕ができた時の話ですけども、日本はアメリカを救済してもいいかなと。で、救済をするとしたら、そういった部分なんですよ。だから、アメリカの土地だとか、企業だとか、そういったものを日本が買収をして、教育訓練を施してですね、日本が、ものづくりで、培ってきたようなことをアメリカの製造業の下支え企業として、育てるっていう。これはアメリカ乗っ取り計画ではないんですね。アメリカ乗っ取り計画っていうと、ジャップに買収されたっつってまた反感が起きると思うんですけども、そういうことではなくて、日本が、アメリカを友好国として、救済できることっていうのはそういうことだと思うんですね。これちょっと、余談になってしまって、またこういう話ってのはどっかでするかもしれないんですけども、そういうふうに、ちょっと思っています。ちょっと長くなりましたけども、そういうふうに考えています。キューベイでした。
質疑応答の時間に少し食い込んでしまいましたが、いろいろなテーマについて深い洞察を提供できたと思います。オンライン講演会もそろそろ時間となりました。キューベイさん、本日はありがとうございました。